はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月18日から2月月末までの流れ、星の動きの解説とタロットを見させていただきます。お願いします。それから3月か4月ぐらいからYouTube のメンバーシップもやってみようかなと思っています。もしメンバーシップを始めるとしたらですね、特典があるんですけども、こんな特典があったらいいなっていう、もしリクエストやご意見あればよかったらコメント欄にて教えてください。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ストレングス、ペンタクス4の逆、カップ7の逆、ワンドのページ逆ですね。ワンドナイト逆、ワンドエース逆、鳳凰逆、デビルの逆とカップの2とオラクルは死神の逆です。復活みたいな、再生復活って感じですね。この2月の18日からっていうのは太陽が魚座に入ってくるということで、魚座の皆さんはお誕生日を迎える方も出てくると思います。おめでとうございます。そして太陽が自分の星座に入ってくるっていうのは、自分自身がより光るというか、より照らされるっていうふうにイメージしていただけるといいと思うんですね。何か自分というものをもっと自覚したり、より深く自分を知れたりとか、こんな自分になりたいなっていうことで、また1年経験を積んだ自分というものを華やかに輝かしく思って新しい自分でスタートしてほしいなっていう感じの時です。なので新しいスタートっていうのはとてもいいタイミングになります。ちょっと話飛びますが、2月28日が魚座で起こる新月なんですね。でこの新月っていうのは物事を何かスタートするっていうのはいい時なので、28からスタートしてもいいんですが、でももう2月18日から太陽は魚座に入っているので、何かもう新しい光、新しい流れっていうのが始まってるっていうふうに思ってもらっても構いません。なのでその時から自分にとってプラスなことをやってみよう、自分をもっと認める、自分をもっと輝かせる、好きになるみたいな意図を持って何かを始めてみるっていうのがいいタイミングになります。なのでカードで見てもね、自分の力を信じるよとか、自分をなんていうか新しく再生させるよとか、復活させるよっていうふうに出てるので、すごくぴったりだなっていうふうに思ったんです。そして2月24日から逆行していた火星が順行に戻るんですね。でこの火星っていうのはずっとその魚座の皆さんにとっては自分で決めていくとか、自分が何かをチャレンジしていく、作り出していく、生み出していくっていうようなエネルギーとして非常に使えるんです。これ非常に使えるんです。4月18日まではね、そのクリエイティブなエネルギーとして非常にこの火星使えるので、それが今までも使えていたと思うんですが、ちょっと逆行中っていうのはなんかやっても成果が出てるような気がしないとか、こうしたらいいって分かってるのになかなか動けないみたいな、そういう感じる方多いんですけれども、やっとね、進めたくても進められなかったことがやっと流れ始めるとか、解決に向かっていくみたいなエネルギーとしても使えるので、何かご自身の人生にプラスになることを頭の中では分かっていたけどなかなか始められなかったことっていうのをやっと行動に移せるとか、やっと流れができ始めるっていう、とてもいいタイミングだと思います。2月18日以降なんですけど、特に24日以降っていうのがそれがもっと強くなる、ご自身でも建設的に動いていけるようになるっていうタイミングです。はい、そして整うって感じがすごくしますね、全体を通して。この2月28日の新月も、新月から何かが始まるとか癒されるっていうのもいいんですが、その先ほど言ったみたいに18日以降もすでに優しいエネルギーが入ってきているので、何か過去の感情でちょっとくすぶっていたものっていうものがやっと溶かされていくとか癒されていくとかっていうこともあるでしょうし、なぜ自分に優しくなるっていう感じがしますね。自分自身に光が当たってるわけですから。でそれはなんか自分の嫌なところを浮き立たせるっていうことではなく、自分を癒していく、今の自分を全て、いいところも嫌なところも全部含めて自分なんだと認識して自分を大事にしていくっていうような流れじゃないかなって思います。ですので今この時期に魚座の皆さんが感じている自分が
から出てきてる夢だったりとか、こうしたいなって思いっていうのはすごく大事なものなので、ぜひその思いを大事にしてほしいなと思います。こんなこと思ったって思うだけ無駄だしなとか思わずに、その出てきてる感覚っていうのがもしかしたらすごくここから増えていく、肥やされていくものかもしれないので、大切にしてほしいなと思ったんです。っていうのはすごくいい流れあるんですけども、全部自分でそれを否定しそうな感じもあり、なんかいやいやまだまだ私はそんなまだできませんとか、まだそのタイミングじゃないんですみたいな形で、ちょっとこう訪れようとしているこのエネルギーを躊躇しているっていう感じがするんですね。自分はそれにふさわしくないとか、まだ私準備できてないからそれまだもらえないんですって言ってるみたいな感じがしたんですけど、今この流れが来てるっていうのはもう魚座の皆さん全員がこの宇宙の流れっていうのを活かせるわけなので、どんな形であれ受け取って自分自身にプラスに生かしてほしいなと思いました。そうですね。まず入り口がやはりストレングスなので、やっとね愛の力が復活してきたぞみたいな感じがあり、こう誰かをまた誰かを愛するってすんごい力なんですけど、実はなんかそういったものがもう一度復活してくるみたいな感じなんですよね。多少もちろん皆さんいろんな状況に合わせて、例えば仕事がうまくいってないとか体調が悪いとか何か不都合なねことがもし人生に起きていたとしたら、そのことによってちょっとこうエネルギーが下がったりしますよね。だけど人生っていうのは上がったり下がったりするものであり、その中でもまた自分なりにこう情熱を燃やしていけるとか、自分なりに自分を信じていけるとかっていうようなこう復活、愛の力っていうのが増えてきてるなって感じがしたんです。ただ今まだトランスフォーメーション中っていうか、改革中、変容してる最中っていう感じなので、自分ではそれではい準備ができましたっていう感じではないんだろうなと思います。でももうそのエネルギーが来てるからこそ、もう改革が起こっている、始まっているっていうことなので、十分受け取っている、十分自分は変わりつつあるっていうふうに自分で認めてあげてほしいな、自分を認めてあげてほしいなと思いました。そしてこれまで抱えていた自分のこだわりとか、こうありたい、こうあるべきっていう思いも少しずつ緩んできてるんだろうなと思います。いろんな可能性っていうのが見えてきて、自分の視野が広くなってる感じがしますよ。ここでカップの7っていうのが出てるんですけど、カップの7っていうのはイマジネーション豊かにいろんなものを思い浮かべるんですね。でその中で一つは確かなことが分かるよっていうのもあったりするので、なんかこれから先のことを考えたら、ああするべきなのか、こうするべきなのかみたいな一長一短なこのエネルギーの中で、でも自分がこだわっていたもうこれはいいかなっていうことで何か外していくことによって、本当にこう見えない波動の世界ですけども、ご自身のバイブレーションというものは変わり変容しつつあると。そしてこの変容しつつあるエネルギーっていうのはどう変わっていってるかって言ったら、このワンドっていうのはすごくバイタリティなんですね。バイタリティ、生きていくバイタリティとか、仕事するバイタリティとか、何かに挑戦していくバイタリティっていうものが増えていってます。ここからそのように変容していってるっていう感じです。ただ増えていってるしプラスになっていってるんですけど、それをご自身が本当に体感として感じられるかっていうと、まだ疑いつつっていう感じですね。これ全部逆位置なので。でも本当はやはりワンドのナイトっていうのは本当はもう走っていきたいみたいな、挑戦していきたいみたいなエネルギーがあり、それを自分の体力とかいろんなことを考えると、あまり無理せずに行こうっていう感じがしますね。でも十分何かを始めるだけの才能や能力っていうのはありますよっていうふうに言われてます。ここでもうワンドのエース、何かを始めたいんだ、もう自分から生まれようとしている。やっぱり火星がやはり順行に戻るっていうのは24日以降ね、魚座の皆さんにとっては本当にすごくいいポジティブなエネルギーとして使えると思うんですよね。なんかやりたいっていう気持ちになってくるっていうのかな、自分自身が動きたいっていう気持ちになってくると思います。でもどこかでそれをまだブレーキをかけてる自分っていうのがいて、変に暴走して失敗したら嫌だし、変に頑張りすぎてまた自分がしんどくなっても嫌だし、様子を見ながら慎重に一つずつ確認しながら進んでいきたいっていう様子が出ています。鳳凰の逆っていうのは、要するに全てのことにおいて何かの保証があるわけじゃないんだよってことなんですよね。そうだと思いませんか？全部決まってるからそうなるっていうことではなく、自分の思いっていうものが全てを作っていく。宇宙の流れすら自分の思いで生かし方が変わるっていう、現状が変わってくるってことなので、保証がなくても自分の思いっていうのは今まさに目覚めようとしている。この感覚を自分で信じて現実を生きていく。
そして生きていく力がある。それが本当に現実を作っていくので、なんか本当に死神の逆っていうのはやっぱり一回死んで復活するわけですよね。終わったと思ったら復活するっていうことなので、何か自分の中でやりきったなとか、もうこれは手放したんだなっていう何かそういったものがおそらくあると思うので、その上で自分の持ってる能力、力っていうものが復活してきてるんだなと思います。だからとてもなんかこの誕生日2月28日からの流れにふさわしいカードの展開だなってすごく思いますよ。ここでもそのペンタクスの4の逆っていうのはこだわりを捨てる、自分がもういいっていう、なんか自分がもう絶対これだけはって思ってたものを手放すっていうのもありますし、ここでもまたデビルの逆っていうのもあり、自分はそれが正しいんだって思っているけど、実はその自分が正しいと思っているその正義が自分を縛っていたり自分を苦しめていたっていうものがあり、それを手放すこともできるし、手放すことによって本当に純粋な愛情や喜びや豊かさっていうものが誰かと共有することができるよっていうふうに出てるんですね。いい。おそらく皆さんね、この動画を見てくださっている皆さんのそれぞれの状況の中で、私これを終えたんですっていうことはあるでしょうし、もしくは今からもしかして終えるんですっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、すごくいい流れです。怖いかもしれないけど、自分はいい流れの中にいるんだ、宇宙がその流れを応援してくれてるんだと思って安心して進んでいってほしいなと思います。はい、ちょっとこれを踏まえた上でのね、お仕事を見てみますね。仕事、エンペラー、バンド4、ペンタクスの2ということで、安定はしてますよ。前々かここ何回かちょっとこう仕事に対してはそんなにやる気ないんだけどうまくいくみたいな感じだったような気がするんですけど、やっぱり今回もエンペラーっていう皇帝っていう強いカードが出ていて、仕事は十分にこなせます。十分にこなせます。ただそこまで自分がやりたいわけじゃないんですとか、その仕事に今一番の人生の重きを置いてるわけじゃないんですみたいな感じがあるんです。でやっぱり仕事を通してもそうだと思うんですけど、やっぱ誰かとの関係性人との関係性が豊かでありたいっていう感じかもしれませんね。こう仕事をして自分が地位を上げていくとかお金を稼いでいくことだけではなく、やはり人を通して仕事を通してどんな人と関われるのかとか、どんな喜びを共有できるかの方が大事だなっていうような意識になっているんじゃないかなと思います。そして経済的なことはうまく回ります。出費もあるかもしれないけど収入も入ってくる。で入ってくるけど出ていくみたいな感じでうまくやりくりしてる感じがありますね。そんな感じかな。明るいですよ。雰囲気的に明るいです。仕事って言った時に仕事を通しての変化ではないんでしょうね。きっとこの今起きてる変化ってね、仕事は仕事でうまくこなせる、やろうと思えばこなせる状況がある。でも自分は何かを人生の何かを変えようとしているところっていう感じがします。ちょっと人間関係見てみますね。仕事でもね、仕事を通しての人間関係良さそうだったから人間関係も悪くなさそうではありますが、どうでしょうか。人間関係、カップ9、ワンドキング、ソードのクイーンということで、人間関係って言った時にこのカードが出てくるってことは想像以上に嬉しいことがあるっていう感じです。それは誰かとの関係なのかもしれないし、自分が望んでいる人との関係なのかもしれないけど、全然傷つけられることがないです。なので心配しないでください。もう人との関係のことで傷つきたくないとか、もう揉めたくないっていう思いすごくあると思うんですね。それが少し遠慮という形で、出ていますが、そういうなんかこう誰かとの関係の中でギスギスしたりとかっていうエネルギーを超えて、もっと想像以上の喜びがあるっていう感じがするので、そっちの方にこう焦点を合わせてみると、実際になんか向き合ってるとか向き合ってないっていうのは実は関係なくって、関係性というところでいくと今とても穏やかで、なおかつご自身が思ってる以上にいいなんかネタがありますって感じがして、表面的にはもしかしたら何も変わってないかもしれないんですけども、でも思いとか波動とかっていう世界観でいくと、お互いの波動が通じ合ってるとか、お互いにちゃんと分かってるとか、
お互いに揉めてない、相手を責めようとしてないみたいな感じがあるので、このエネルギーは非常に魚座さんにとってはプラスですね。プラスに働くと思います。だからいいなんか切り替えのスタートのタイミングになりそうですね。18日から。よかったです。ちょっと最後にもう一枚引いてみます。キーカード、オラクルカードを引いてみますね。これかな。はい、このカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもぜひご自身の直感を使ってメッセージを受け取ってみてください。なんか永遠の魂っていう感じでね、何か非常にやはり神聖な自分自身が出てくる感じがしますね。ここでも本当に愛の力が復活するとか、自分のバイブレーションを復活するっていうのもあればね、再生っていうのも出ているので、そしてそれに対してなんかパーソナルガイドということで、非常にご縁のあるガイドがちゃんと見守ってくれてるよって感じもします。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また次回3月2日までに次の動画をアップしますね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。